スロアプリサポート AI 過去仮のコッペで、東京都原美では、岡崎健次郎による自婚事故展が4月の29日から7月の21日まで開催されています。この間、私見に行ってまいりましたけれども、すごい。とにかく圧倒されますよ、これは。行かれてない人は、ぜひ見に行った方がいいと思います。で、始まる前にね、私の方から、の解説動画なんか上げさせていただきましたけれども、ちょっとね、本物見たら間違いがいっぱいあったので、この場で訂正していきたいと思います。また、絵画の見方などをここでは紹介したいと思いますので、最後までよろしくお願いします。はい、岡崎健次郎さんっていうのはどういうアーティストかって言いますと、日本を代表する抽象表現絵画の代表選手ですよね。これ以外にも、たくさんの彫刻作品だけでなく、建築とかロボット作ってたりとか、いろんなことされています。有名なところですと、第8回ベネチアビエンナーレ建築展日本館では、磯崎新さんのご指名でディレクターを務めましたし、他にも、ポストモダンダンスで有名なトリシャ・ブラウンっていう巨匠がいるんですけど、トリシャ・ブラウンのカンパニーにロボットでね、一緒に作品作ったりしています。他にもね、四谷アートスタジウムっていう、近畿大学の東京コミュニティカレッジっていうのがあったんですけども、こちらで学びの場を提供して、理論派の有名なアーティストになった方もたくさんいらっしゃいます。岡崎さんっていうのはとにかく理論派で、たくさん理論書も出されているので、結構それなり難しいんですよ。なんで、この動画でもちょっと噛み砕いて説明できればなと思います。はい、今回のね、東京都原美の展覧会を見るにあたって重要なテーマがあります。っていうのは、ちょうどコロナ中の2021年にですね、先生は脳卒中をやられていて、1年ぐらいリハビリに専念されていた時期があります。今もね、多少不自由はあったり、昔のようには歩けないんですけれども、絵は十分描け。っていうかですね、近年の作品は昔の作品に比べて 1.5 倍ぐらいでかくなっていてですね、彫刻作品もね、巨大なのがゴロゴロしてるんですよ。彫刻は多分本人が直接その大きいものは作られてないと思うんですけど、絵画の方は本人が描かれているわけですから、いや、すごいことです、これは。そういうね、障害を乗り越えて作品を作ってる、議論するのはね、良くないんですが、しかしですね、とにかくそのパワーと品が巨大化してるっていうのは、すごいことなので、これは、一見の価値ありです。岡崎さんの作品を語る上で、まず、抽象性っていうのをちゃんと定義しておかないといけないと思うので、まずここでは抽象っていう概念を説明したいと思います。抽象表現っていうのは、絵画に限らずみんな基本は一緒なんと思うんですけど、今回は絵画に限って説明したいと思うんですけど、抽象じゃない普通の絵画はじゃあどういうことなのかって考えたときに、記号的なものと、それに表している図鑑みたいなものがあると思うんですけど、セットになってますよね。これをわかりやすい説明をすると、書道みたいなものに例えられて、書道って漢字とかあるじゃないですか。キャラクターが。それが持ってる意味と、それを描くときの線の勢いだったり太さだったりっていうのが質感としてありますよね。で、これは別物じゃないですか。要するに、同じ漢字でも細い線で書いたり、太い線で書いたりすると印象が違うじゃないですか。で、これを抽象表現っていうのは、絵画でも同じなので、この二つをパッて分けた。みたいな感じで、意味みたいなものは一回捨てちゃって、でその筆の勢いとか質感の方で見せちゃうよっていうのが一般的に考えられてる抽象絵画なんです。その質感の方まで捨てちゃうと、モンドリアンみたいな幾何学模様だけになっちゃいますし、質感の方をすごい強調して取り出していったのがカンディエスキーって感じなんじゃないですかねっていう解釈だと思いますよ。でもですね、岡崎さんの絵っていうのは、この一般的な手法ではちょっと当てはまんないんですよね。どういう抽象かっていうと、演劇だと劇中劇、絵画だと絵画中絵画。要するに、絵の中にかかってる絵みたいなものがあると、その絵は何ですかっていう話になると思うんですよ。
演劇だとね、わかりやすいですよ。役者さんが演じている中で、演劇が始まる。っていうと、演技が二重になってるじゃないですか。なんで、その役者さんたちは誰に表現していますかっていうのがきっと重要になるんですよね。で、岡崎さんの絵っていうのは、絵画中絵画で言うと、ベロニカっていうのが有名なんですけど、キリストの、魚拓みたいな顔が布に描いてあって、女の人が持ってて、この持ってる絵をずーっとズームしていって、私たちが見てる絵のフレームと同じとこにその絵がはまってたらどうでしょうか。カッコが入ってんの。フレームが入ってんだけど、それがズームしちゃってるから、見えませんよっていう。なんで、誰に対して表現していますかっていう問題が出てきて、で、そこについて言及してるのが岡崎さんっていうことになります。で、この点において、これまでの、アーティストとは、決定的に違いますよっていうところが、重要なんですよね。はい。では次は岡崎さんの、作品の方に目を向けたいと思います。まず、白いキャンバスを基調にしていて、カラフルな色がべちゃって塗られている印象ですよね。この手法はアクションペインティングと呼ばれて、ちょこちょこ塗らないんですよ。画家のアクションがそのまま見える形で、キャンバスにその行為を残していくみたいな。そういう手法で、これは現代絵画に特徴的な手法です。次にこの色ですよね。白いキャンバスの上にカラフルな色が、点在していると思うんですけれども、色というのはですね、赤い色が暖かくて、青い色が冷たくてっていう温度みたいなもの以外にも、奥行きっていうものを感じます。要するに明るい色は手前に、暗い色は奥にっていう具合があるんですけど、ただ色の、量とかによって、違うんですよね。だって一番白い色って明るいはずなのに、キャンバスの奥に見えますから、色というのは隣り合う色との関係で印象が変わってしまいます。背景に見えたり、手前に出てきたりっていうことが起きます。で、岡崎さんの場合は、さらにここにこの透明なアクリル絵の具、そして厚塗りできる絵の具っていうのは、これは現代の発明品でして、昔はなかったんですよ。これを、多用しているのも特徴です。また、透明の絵の具と不透明の絵の具がありまして、これを使い分けていますね。奥行き方向に透明と不透明では感じ方が違うので、立体感っていうのがすごい出てるんですよね。で、これはちょっと印刷だと分かりにくいので、ぜひ会場で見て楽しんでもらえるといいかなと思います。また、よく見るとですね、女の子が爪に塗るマニキュアみたいなラメ入ってるのもありまして、意外とおしゃれさんなんですよね。この辺もちょっと注目ポイントですね。最初にね、お話しした白いキャンバスを基調にしているっていうのがありましたよね。それがフレームっていう話で、何に対してそれらは表現しているのかっていうのが重要ですよねって。普通に、例えばクロッキー帳に絵を描くときに白い紙に描くと思うんですけど、この場合の白と岡崎さんのこのキャンバスの白ってちょっと意味合いが違うと思うんですよ。画家のフランシス・ベーコンっていう人がいますが、彼の絵は基本的に具象の、具体的な人物を描いているんですけども、なぜかですね、最後にキャンバスにべちゃっと結構乱暴に絵の具を乗せている箇所があります。これは印刷で見るとちょっとわかりづらいんですけれども、美術館で見ると盛り上がってる、前に飛び出てるんでね、わかるんですが、なんか地下鉄に貼られてるポスターにいたずらでチューイングガムでべちゃってなんか貼ったりしてるの見るじゃないですか。あんな感じについてるんですよ。で、岡崎さんの絵も、実はこのベーコンのチューイングガムみたいなべちゃって飛び出てる、絵の具に似ていると、私はね、思っていて、このいたずら的なこの範囲をね、飛び出しちゃって、いわゆる白い下地っていうのはこれまでの絵画の歴史といったものや絵画に取り組むっていう姿勢、それら全体を含んでいて、それに対して、ある種ベーコンが、べちゃってつけたみたいな感じで、もしくは、地下鉄のポスターにべちゃってガムくっつけてるみたいな感じで、わざわざやってるっていうのは存在
をね、こうアピールしてるんですよ。いたずらで片付けられないそういった存在アピールみたいなものがそうあって、こういうものとして考えると、岡崎さんの絵っていうのは、これまでね、絵画史におけるような大きなものに対して、ある種、べちゃってつけてるみたいな感じのところは、少なからずあると思います。次に、岡崎さんの絵は、組絵になっています。要するに右側と左側で、2枚のキャンバスで1組で表現していると思います。最近は、4枚組とか6枚組とかもありますけれども、基本は、右側左側みたいな。一応、岡崎さんの絵をこういう風に考えたらわかりやすいかなと思います。吉本のほらコントとかで、マイクの前にコメディアンが2人立ってると思うんですよ。で、2人が会話してるんですけども、お客さんの方に向いてますから、本当は向かい合わせに話してるような内容を真ん中でパカッとこう、観音開きにしてパフォーマンスをしてると思うんですね。で、岡崎さんの絵も、基本的にはこの右側と左側の絵っていうのは、何らかの関係があってこう対話をしてるような感じになっているところを、パカッと、観音開きしたっていう風に考えると、結構わかりやすいかなと。コロナ前までの作品は、その右側と左側が完全にこう、ボケツッコミみたいな感じで、対話になってたんですけど、今は結構これが、複数人で、バラバラにずれてたり、いろんな関係性が立ち上がってますよっていうところが、最近の作品の特徴なんじゃないですかね。岡崎さんの作品がコロナ中の、病気を境に、それ以前と以後では、作風が大きく異なるわけですが、それ以前はね、やはり意味を解読するためのパズルといった読み解きな要素が強かったのに対して、それ以後、近年の作品は、やはり体の中で起きている感覚とか物質性というものを捉えようとしている、そういうものと結局向き合わざるを得ない状況だったっていうこともあると思いますが、結局見る観客たちもそれに向き合わざるを得ない状況になっているんではないかと思いますね。はい。今回はいかがでしたでしょうか？岡崎健次郎の作品を私独自の勝手な解釈でいろいろ解説してみましたが、実際に美術館に行って、見ていただけるときっと楽しいと思います。岡崎さんには私もいろいろと影響を受けている都合で、今回こうやってまとめたことで、私自身もね、いろいろと学ぶことがありました。まあ、そんなことで、ちょっと難しく考えずに、独自の面白い見方で鑑賞されたらいいんじゃないでしょうか。美術館に行って新しい発見などありましたら、またコッペに教えてくださいね。じゃあ、またねー。